オーロボッツフランベチャンネル。今日の話題はね、テスサバと実装の内容を比較確認してみよう。ではテスサバから。そもそもクランブル効果ってグレーダメージの回復を阻止するってやつだそうで、いやーね、そもそもグレーダメージって回復できないダメージで売り出してね、その後特別にグレーダメージ回復できる効果を発表したよね。で、今度はグレーダメージ回復を阻止するって、いやこれグレーダメージそのものが必要あるのか。そうかさらなる展開でレッドダメージやパープルダメージが出てくるんだね。そこでまた同じようなことをやるんだね。マーレン禁術ってやつか。では1月21日火曜日、いよいよ実装されたね。フランベも興味本位で一つだけ買ったよ。タイミング合わせてアップグレードセールも開催してくれたし、次回以降も続けていただきたいよね。ではマーク1でのレベル1から12までのダメージ増加は 2.85 倍だね。これって伸び率の基準ってあるのか知らないけど、じゃあ最終テスサバと実装の比較ね。基本ダメージに変更はないようだ。大きく異なる点はラスト効果とクランブル効果の減少率だ。テスサバではともに 0.66% であったが、実装ではラスト効果は 1.99%、 クランブルは 2.99% と大幅なバフとなっている。グレーダメージ回復をスタック1つで 3% となる。つまりスタック累積がテスサバと変わらず30まで積み上がるのならば 90% ほどの回復を阻止できるってことになるね。おや、いよいよ売り上げに貢献できないラプター、オワコンのお知らせなんだろうか。詳細確認は今週末で。まず最初の確認だが、この武器に限っての稲妻発射体、つまり稲妻シャボン玉が特殊に効いて物理シールドも貫通するとのことで、その確認。次に距離によるダメージの変化、そして最後はラプターにとってこの武器が脅威となるのか、そんな確認やってみよう。じゃあ早速。どうだろう、サンプルが微妙すぎるが、物理シールドをこれは貫通してそうだね。次に距離によってダメージ減衰はあるのか、もしあるならどの程度なのか確認だね。どうやら距離によってダメージは減衰していくようだ。ならばそのダメージはどの程度であるかとなると、そうか、100メートルを超えると平均値で 85%、200メートルを超えると 50% となるようだ。となれば期待できるダメージは150メートル以内での使用って感じだな。それじゃ最後はラプター VS コンドルでのダメージ対決なのだが、あくまでもこんなケースもあるよね。そうなるとこんな感じだろうねって確認だね。このシーンの設定は敵がアビリティなど発動せず、ラプターが一方的に攻撃を仕掛けてるとなる。もちろん敵もクランブル系を装備し耐久値回復力を阻止している前提なのだが、やっぱりラプターはお強いですね。ほんと何にも考えずとも強えなラプターがね。では次に敵のラプターからの攻撃に応戦するようにコンドルもアビリティを発動するって感じだね。今度は一方的に破壊されることはないだろうが、どうだろう。おや、改めて編集段階で気づいたのだが、ラプターのエイムが若干外れてるね。この距離だと 100% のダメージレベルなので、本来よりもラプターの火力が落ちてることになるね。フランベらしいが、結論としてはラプターの回復力を大幅に低下させていることは間違いなく、どちらが優勢なのかってことは今後のバトルでおのずと判明するだろうね。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、なんだよフランベもう少しエイムの精度を上げる練習積んでこいよと思われるでしょうから低評価をお願いします。